ちょっと疲れてんのかな、血液検査したら、もっと大きな病院で精密検査をした方がいい。実家の玄関をただいまって開けたらですね、母が台所から走って、あなた白血病よって言われたんですよ。嘘でしょと思って、自分の家のベッドで、朝まで泣いてた。はい、それではがんノートスタートしていきたいと思います。今日のゲストは臼井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。早速なんですけれどもですね、自己紹介などから移っていきたいと思います。まず私、MC を務めます、岸田と申します。私自身もがんの経験者でございます。で、本日のですね、ゲストは、はい、臼井さんになります。臼井さん、簡単に自己紹介お願いしてもいいでしょうか。はい、臼井優と申します。今、47歳で、株式会社ハマリハというですね、介護の会社を今運営しております。はい。ね、臼井さんも今その中で、急性骨折性白血病にね、なられていった、その時のお話をね、いろいろ聞いていきたいということ思うんですけれども、ちなみになんですけれども、この急性骨性白血病の M2T821 点座と書いてますが、はい。ここだけちょっとだけお伺いしてもいいですか？はい。これはどういうことなんでしょう？意味なんでしょう？そうですね。急性骨髄性白血病の中でも、M0 からでしたっけ1、2、3、4とかあってですね、その M2 の方で、T の8の21っていうのが、染色体ですよね。の8番と21番が入れ替わってしまったっていうのは、点座型というようです。はい。ね、その方に臼井さんなられていったといったところで、どのようにね、発覚して、どのような治療されてきたのか、今に至るまでお話を聞いていきたいと思います。その中で、ここからですね、お話を聞いていくんですけれども、個人の経験なんですよといったところと、特定の治療をね、推奨しているわけではないといったところ、そして、ご自身のね、ご病気については一番主治医の方が知っておられると思いますので、何かあればご主治医にご相談いただければと思っております。はい。それではですね、お話を聞いていくのですが、グラフなどが出てきますが、このような、イメージとなっておりますので、こちら見ておいていただければと思います。で、ドンという風な形でですね、臼井さんの、ペーシェントジャーニー、こちらになりますが、いや、多分、がんノート史上初めてかもしれないです。こんなにマイナスが10が本当ですか？続いてる。はい。いや、皆さんそうなのかなって私は勝手に思ってたんですけど、そんなことないんですか？こんだけ下がっているのがずっと続かれているのは、本当、いや、初めてかもしれないなと思うんですけれども。そうですか。はい。こんなね、本当文字通りのどん底の、臼井様のこのペーシェントジャーニー、いろいろまずお話をお伺いしていきたいなと思います。まずですね、一つ目のところになんですけれども、まず不動産会社に就職されていくということで、不動産の出身なんですね。一応そうなんですよ。大学が経済学部だったので、ホームヘルパー2級っていうのは取って、介護系に就職したかったんですけど、周りの就活の波に押されてですね、不動産会社に、まずは一旦就職しちゃったみたいな感じですね。で、就職をね、されていった中ですぐ、リハビリの専門学校にも入学されていく。これ、仕事しながらですか？ですね、3年間は、しっかり不動産会社に勤めたんですけど、やっぱり現場で、高齢者に関わる仕事がしたいっていう思いが強かったので、3年間で辞めて、私卓球部っていうのが後で出てくるかもしれないですけど、後輩をうちの会社に入ってもらって、育てた上で私は辞めるっていう。一応、今もその不動産会社の社長さんともすごい仲良くさせていただいてますし、お世話にはなってるんですけど、それで専門学校に入学したっていう形です。で、もともとリハビリとかそういったところの、ご興味はあったっていうことなんですね。そうですね。もともと、兄弟、兄と妹がいて、あと祖母と住んでた6人家族で、で、おばあちゃん子だったので、おばあちゃんが大好きで、なのでそういう高齢者、に関わる仕事がしたいなっていうのが漠然とあってですね。で、最初は介護の仕事でと思ったんですけど、やっぱり、もう一度、25歳の時に専門学校入ったので、そしたらやっぱ解剖学とか生理学とか学んでからの方がいいかなっていうところで、理学療法士を選択しました。
で、理学療法士になるために、専門学校にも入学していきといったところが、こう、高いところにはなるんですけれども、そこからね、ドンと、もうここから大変なことばかりが、起こっていくのですが、そこの、まず一つ目が、まず微熱や倦怠感、食欲不振が、こう、学校で行かれてた際に出てきたってことなんですかね？そうですね。専門学校の4年生の時に、2ヶ月間の臨床実習というのが2回ありまして、その1回で、石川県の輪島に行ってまして、その時にですね、2ヶ月の実習中の途中で、この微熱、倦怠感、食欲不振が出たような感じですね。結構それはもう、その実習中はずっと続いていって。そうですね。もう1、2週間続いてて、まあ、ただ、実習って結構レポート書いたりとか大変なので、まあちょっと疲れてんのかなと思ってたんですけど、まあ病院実習なので、病院で血液検査をしたっていう時に、まあこの後に続くって感じですかね。はい。そっか、実習中、体調悪いなというのが続いていって、そこで、血液などの、せっかく病院なので検査をしてもらうと、これでもう眼告知につながっていくんですね。そうなんですよね。はい。血液の値がその病院でちょっと異常だよっていう話からなんですか？そうですね。血液検査したらすぐにまあ金沢医科大学病院っていうもっと大きな病院で精密検査をした方がいいって言われたんですよね。で、それでまあ実習中に行って、検査をして、そしたらまあ金沢医科大学病院からは、まあとにかく横浜に帰って入院してくださいということだけを伝えられて、まあそれを実習の指導者に話をしたら、まあ8週間あるんですけど7週目まで終わってたので、まあ実習合格させるよっていうことだったんで、まあ私は1週間少なく済むと思って、ラッキーと思って、まあ実家に帰ったっていうところですね。はい。じゃあもうすぐそこから地元の横浜に戻られていって、はい。そこからまたあれですか、その地元の病院に行かれたタイミングで、癌告知されていくんですか？あ、そうですね。それで、まあその時まだ実家に住んでたものですから、まあだるいなと思いながら飛行機と電車乗り継いで家に帰って、まあ実家の玄関をただいまって開けたらですね、母が台所から走って、青ざめた表情で来たんですよ。で、何事かと思ったら、あなた白血病よって言われたんですよ。開口一番に。開口一番、ただいまお帰りじゃないんですよ。ただいまあなた白血病よっていう感じで、で、と思って、嘘でしょと思って、もうその日はですね、もうわけわかんなく、もう人生終わったっていうことだけを思って、まあ自分の家のベッドで、まあ朝まで泣いてたっていう記憶は今も鮮明に残ってますね。じゃあもう金沢の病院さんからは、事前にもうじゃあご両親に連絡があったってことなんですね。まあそういうことなんでしょうね。おそらくまあ何か、帰ってる途中に何かあっちゃいけないから、私には伝えずに、両親には電話で伝わってたと。まあ当時の話ですからね。はい。まあ当時ですからね。29歳ですけどね。はい。そっか、じゃあもうほんとびっくりして、そっからちょっとね、こもってっていうことかと思うんですけど、こっから、じゃあ、病院とかに行かれないといけないですよね。はい。もう今でも覚えてるの5月30日に退院じゃないわ、その実習から帰ってきて、5月31日からもう入院したんですけど、なので、まあ両親と相談しながらっていうか、まあほぼ両親がその時選んでくれたんですけど、そこでまあ聖マリの本院を選んでもらって、即日入院したっていうところですね。そこで、薬物療法、簡単導入療法っていう、まあ抗がん剤お薬をそうですね。はい。すぐ、入院して治療が始まったっていう形でしたね。この時の治療、まあ複数の多分お薬を入れられるんですよね。そうですね。鎖骨下静脈にこうポート、CV ポートっていうんですかね。開けられて作って、まあそこからもう抗がん剤のね、きつい点滴が入ってくるような感じでしたね。はい。この時の治療覚えてます？なんか結構辛かったなとかっていうのは。そうですね。5日間
かな、なんかかけて、その大量に抗がん剤をガーって入れる治療で、それでも1週間後ぐらいに、急にもう40度の熱が出て、で、まあ、腹膜炎、胸膜炎になってきたっていうところだったので、もう、なんかいきなり辛いのが来たなっていう記憶が残ってますね。そうなんですね。はい。もう辛い治療を、まあそこからね、まあ、どれぐらいされたんですかね、この時の治療は。トータル何ヶ月とか。トータルだとそうですね、6月1日からみたいな感じで8ヶ月ぐらい。そうなんそうですね。はい。地固めとか入れずだと。そこはそうですね、そこの寛解導入療法は、5日間かな、なんかこう、ガーって抗がん剤を大量にやるっていうので、で、その後はまあちょっと様子見るような感じになるんですけど、まあそこでもう一気に、副作用で40度の熱が出て、なんでしょう、もう胸膜炎になって、っていう感じで、白血球も下がってきてるので、エンビラっていうね、大きな空気清浄機みたいなのが。よく聞きます、なんか。ブーって、部屋の中でね。部屋の中について、もう、なんか、それで、胸膜炎かなんかで痛いから、食べれないし、食欲もないし、痛いしで、まあ CT を取りに行って、あと内視鏡を口からやったのか、とかっていうのはよく覚えてます。はい。そうね、中で、治療を進めていく中での、今日、腹膜炎。そうですね。はい。ちょっと重複しちゃうんですけど、すみません、改めて聞いてもいいですか？先に言っちゃいましたね。治療されていった中で、今日腹膜炎っていうのはどういうことなんですか？ですね、まあ、結局、その時診断が、まあなんか、なんでしょう。胸から背中にかけてが、めちゃくちゃ痛いんですよ。とにかく、横になって寝れないような痛みを伴ってまして、で、まあ、なので、ギャッジアップをした状態で寝てたんですけど、まあ、なかなかその状態ってきついじゃないですか。だから今度はお尻に床ずれできんじゃないかっていう感じにもなるし、その中で、そうですね、何が原因なのかっていうのを精査するために、まあ、車椅子で歩くのも辛かったんで、CT、MRI とか、あと、なんていうんですか、口からの、内視鏡検査したんですけど、その時に今でも覚えてるのはですね、内視鏡の検査をするときに、もう痛いとか言ってるわけですよ。いや、私も大げさだなって今考えると思う面もありますけど、40度の熱出てて、もう体中が痛い状態で、CT って乗ったことある方は、すっごい硬いところに寝るじゃないですか。ただでさえ、うつ伏せに寝れない人が、痛いっつって、そこになんとか寝るわけです。苦しいみたいな感じで。そしたら、看護師さんが、この患者さんは、ちょっと痛みの域値が低いんでとか言ってくれて、いや、ふざけんなよと。ちょっと、私も一応ね、理学療法士の端くれだったので、痛みの域値が低いって、この痛みに弱いですよって言ってるようなもんで、いや、もうそう、よく言うよとか思いながら、私はもうそれどころじゃなかったんで、もう、覚えとけよと思いましたけど。いや、そうですよね。はい。ねはい。いや、本当になんか、弱い人みたいなね。もちろんなんか辛いから苦しい、ね、痛いんじゃないですか。そうなんですよ。まあ、なので、その後、病院で勤めてね、働くときに、そういうことは患者さんに言っちゃいけないってことを学びました。実体験からね。はい。そんな中でね、まあ、今日腹膜炎、これに関しては、大丈夫になったんですか？もう、モルヒネを打ってですよね。こちらですね、医療用麻薬の使用ということで。もうとにかく痛くて辛かったんで、まあ、モルヒネ打つとね、もちろん意識が朦朧としますけど、痛みは軽減されて、で、その時に、私の中では、三途の川に行ったのもありまして、まあ、そもそも、何でしょう、白血病、いいんですかね？こういう話も。もちろんお願いします。白血病なった時に死を覚悟したっていうのがですね、私の幼稚園、小学校の親友が、中学3年生の時に白血病で亡くなってるんですよ。
だからそのことをすごい記憶してて、その後も毎年みんなで、お友達の、お墓参りとか、ご自宅にお線香をあげに行くっていうのをやってたので、白血病と聞いた瞬間にもうダメだ、不治の病だと思ったのもありますし、っていうところで治療が始まって、で、モルヒネで意識が朦朧としてる時に、三途の夢だと思うんですけど、三途の川を渡ろうとしたら、その同級生の友達、亡くなった友達が川の向こうで、お前はまだ来るなという声を聞いて、あ、そうなんだって言って私は戻っていって、っていう時にまた意識が戻って、あ、友達が助けてくれたんだなっていうことを今でも鮮明に覚えてるというか、そうじゃなかったらそのままそっちに行ってしまった可能性も気持ちよかったんで、なんかこうふわふわしてたんで、でもやっぱ戻ってきて、やっぱ自分は生きなきゃいけないんだよなっていうことを思ったエピソードもありましたね。本当にもう死を覚悟した時にそういった。そうですね。はい。ねえ、じゃあそのね、ご友人の方が本当にこちらの世界に戻してくださって。そうですね。はい、今ね、臼井さんがいらっしゃると思うんですけれども、そんなね、医療用麻薬で、緩和しつつっていうのね、はい。されていき、そんな中でまた、ちょっと待ってくださいね。いや、笑ってください。いいんですか？ごめん。ちょっと今すごい、体辛いんや、苦しいんや、時に、ちょっと、違う、方面から、ちょっとなんか、攻撃を受けまして、ちょっと笑ってしまいました。全然すいません。はい。いえ、いいんですよ。もうやっぱそういう時は、不幸を立て続けに来るなと思いました。私もその時は。はい。彼女と別れる。はい。そうですね。もうこれ意識朦朧してて、そんな中で。はい。ちょっと白血病になる前ぐらいから、ちょっと彼女と、微妙な感じはあったんですけど、なのでお見舞いに来てくれた時に、入院してたんで、なんか1ヶ月ぐらい目ですね。1ヶ月終わるぐらいの時に、彼女が来て、病棟でですよね。そういう話をしてて、私から別れようかって話は切り出しました。そうだったんですね。微妙だったのもありますし、向こうもやっぱ、後から聞いた話だと、辛い治療を見てるのがきつかったっていうのはあったんですけど、でもこれ一応ハッピーな、最後がありまして、どういうことですか？その別れた彼女は、実は今の奥さんですっていう。そうなんですね。いや、だからいろいろ、感情的な部分で話すとですよ。もちろん、なんでしょう。一番辛い時に別れて、その後、退院して、半年ぐらいしてから戻ったんで、半年から1年ぐらいかな。だからその時は、その一番辛い時にね、別れて、また戻りたいみたいな話を。なんか、いや、別にどっちがとかはお互い様だと思いますけど、っていう、ちょっと、その当時は恨みとかもありましたよ。こんな辛い時に別れてと思いましたけど。そうですよね。この後のどん底のね。はい。その時はそんな、覚えとけよっていう感じでしたけど、ちょっと、感情的にはですよね。ただやっぱり、治療が終わった後、本人も、看護師なんですね。なので、やっぱそういう治療の辛さとかも分かってましたし、見えてるのが辛かったっていうのを聞いて、やっぱり私としては、やっぱいろいろ理学療法士の学校行くとか、そういったことも後押ししてくれたのが、今の奥さん、彼女だったので、また、戻ったっていうのがあって、今はね、結果的には、幸せに過ごしてるっていうところではあるんですけど。ただこの時はもういろんなことが立て続きに起こって辛かったということなんですね。この時にすみません、胸膜炎とかそういったところは、一旦はこの医療用麻薬で落ち着いてるんですかね？そうですね、2週間ぐらいはきつかったんですけど、はい、なんとか良くなって、次の地固め療法に行くみたいな感じでしたね。それはぜひこちらの地固め療法とはい。いうことで、この地固め療法は、
これはどういったことをするんでしょそうですね。それもやはり抗がん剤の、う？最初に大量療法をやった後、地固めで3回だったかな、4回かな。ちょっと、まあ、そこはもう、はい、いいですか。情報に関してはもう、がん情報サービスさんのやつで、はい主治医の方にね、聞いていただければ。はい。はい。個人のそうで経験談。すね。はい。それで地固めをやったので、まあ、点滴でやはりこう、鎖骨下静脈かな。点滴をまた1週間ぐらいして、様子を見ていくっていうのを3クールやったような感じですね。はい。でね、この地固め療法をされている時に、ちょっとお写真がありますので、ちょっとこちらをちょっと見ていただきたいと思います。はい。こちら。はい。どんどん。はい。はい。もう、なんですかね、もう、あれですよね、もう。これは最後は仕上がった状態なんですけど、なぜか眉毛は残るけれども、そこは取れなかったんですけど、抜けなかったっていうか、脇も、まあ下半身もすべてもうツルツル。今、男性ね、全身脱毛する方いますけど、本当に生まれたての状態になってまして、最後覚えてるんですよね。頭皮はですね、シャワー浴びてる時に、こう、擦ってたら、こう、よく白血病出てくるような、まあちょっと残りが、ちょっと落ち武者みたいになってたんで、で、擦ったら全部取れるから、全部擦っちゃえっつって取って、この状態に仕上がった感じです。全部自分でやったんですか、最終的に。最後なんかこう微妙に残りますよね。ちょっと残ってたんで、でも擦ったら結構取れるんで、これは面白いと思って、行く前は落ち武者だったのに、シャワー出てきたらなんかツルツルになって、それを看護師さんに言ったんですけど、あんまり受けなくてですね、ちょっと、やっぱりちょっと話の持っていき方が、ちょっともうちょっと学ばせていただきたかった。看護師さんもね、ちょっとね、こう、なんか、笑っていいのか分からなかったと思うんですよね。まあそうですね。ちょっと持っていき方を今は学び中です。はい。そうなんですよ。ただ、これ患者さんあるあるですごい眉毛が残るパターンだったんですね。やっぱあるんですか？あるんですよ。残らない人と。どこかが残る残らないは、やっぱね、僕、全部抜けましたけど、すね毛だけ残るパターンですよ。本当ですか？すね毛残りましたか？すね毛残るパターン。私も全部足とかも綺麗になっちゃって、まあいいのか悪いのかですけどね。また生えてきますからね。そうですね。はい。そしてね、またちょっと戻っていきますが、この地固め療法をされていった後に、パニック障害、うつ病にということで、精神的に来たんですか？もう、そうですね。白血病になって彼女と別れて、もう、生きる意味を感じないなと思ってたら、急にですね、なんか、死ななきゃいけないっていう衝動に駆られて、息が苦しくて。で、それ、看護師さんに話したら、まあもちろん精神科の先生が来てもらって、これはもうパニック障害ですね。っていうことで、私の、まあ窓側の部屋だったんですけど、窓が開かなくなりました。そっか、危ないから。危ないから、この人は危ないからってことで、窓が、まあちょっと開くんですけど、空気の入れ替えとかあるんで、でも完全に開かないから、飛び降りたくても飛び降りられないみたいな感じになりまして、まあ飛び降りたくないんですよ。死にたくはないんだけど死にたいみたいな、なんか、ちょっと矛盾してるんですけど、そういう状態というか、まあなんか、そういうふうに降りてくるみたいな感じですかね。死ななきゃいけないっていう、誰も望んでないんですけど、これって、突然来るんですか？突然ですね。いや、なんか、死ななきゃいけないと思ってる自分に気づいて、数日は、いや、なんか、気のせいかな？いや、おかしいな、みたいな。なんか突然やってくるような感じなんですよね。そう。じゃあもう、まあ、ただそれをね、看護師さんとかに言えたのは良かったですよね。そうですね。だから、今思い出したんですけど、一時それが夜中とかになって、もう死ななきゃいけなくて苦しいですみたいになったから、私だけ病棟にベッド持って行って、そのまま、病棟で寝てた記憶、今思い出しました。病棟のそのナースステーションとかナースステーションの一角に私のベッドがあるみたいな。そうか、もう何が起こるかわからないから。そうなんですよ。集中治療室っていう感じでもないんで、精神的な部分なので、ベッドをそこに持ってってもらって、今考えるとちょっと恥ずかしいですけど、まあその時は深刻だったんでね、もう。じゃあもうそれでもう、臼井さんのことをもう、看護師さんたちももう集中的にしっかり見て。そうですね。どうなるか。この時は、そこからまた戻っていくんですか？お薬出されるとかそういう感じなんですか？まあ一応なんか気分を落ち着けるみたいな、
お薬はもらってましたけど、なんかあんまり、効いてたのかもしれないですけど、なんか、そうですね。気分は落ち込んでる状態だし、パニック障害も急になんか起きるんで、落ち着いてる時は全然大丈夫なんですけど、急になんか、わーってなるんですか？なる感じです。なんか暴れるっていうよりは、死ななきゃいけないみたいな。私の場合ですけど、ああ、そうなんですね。はい。それは、今こうなってるじゃないですか。はい。だんだん、なんでしょう、慣れていく、良くなっていく、どうなんでしょう、それは。いや、もう退院して、半年ぐらいまではあった気がするんですよ。だからパニック障害って言えば、今、その頃もですけど、調べるといろいろ出てくるじゃないですか。電車に乗ってそれになっちゃうと降りなきゃいけないとか、だから、その後、学校に戻るわけですけど、電車乗れんのかなとか、なんか人と会っててその状態になったら大丈夫なのかなとか、いろいろなんか考えると逆にさらに不安になるみたいな、負のループに入っちゃってたなっていうのはありましたね。じゃあそれはまたもう日常生活戻ってってもちょっとは続きましたね。そんなね、もうパニック障害、うつ病になっていってる中、ね、さらに転倒して急性硬膜下血腫。はい。踏んだり蹴ったりですね。いや、素晴らしいなと思いまして、もう、これは、そうですね。入院してる時ですか、これは。入院して、やっぱ点滴、そうですね。地固めやってる時も、地固めで、抗がん剤がガーってくる時もあれば、あとは白血球を戻すために、とか、血小板の輸血とかも何回かやるんですよね。その時は何の点滴やったか忘れたんですけど、とりあえず点滴棒を持ってる状態で、でもやっぱ地固め療法の時はやっぱ気持ち悪くて、生徒剤みたいなのも入ってるんですけど、気持ち悪くて、なんていうんですか、ガーグルベースみたいなのを持ってて、母がお見舞いに来てくれてたのを覚えてるんですよ。で、そこで吐けばよかったんですけど、なんか同じ病棟の姉妹のうち、ウェーって言うのも嫌だったんで、ちょっと気持ち悪いからトイレに行ってくるって点滴棒を押してガーって急いで行ったんですよ。で、その次の記憶が2日後だったっていう。で、後から聞いたら、トイレで倒れてる人がいると、他の患者さんが教えてくれて、だから多分、吐きに行って、どっかに思いっきり頭を打ちつけたんでしょうね。記憶はないですけど、なんか確か、コブが後ろの方にあった気がしたんで、はい。そう、じゃあもうそれで、目が覚めたら2日後。2日後で、なんか、違う集中治療室みたいなところにいるんですよね。で、大変だったんですと言われて。何が大変かわかんないけど、絶対安静だったんで、なんかキンコンね、なってる集中治療室の病棟で、なんか私が記憶戻る間にも、なんでしょう、痙攣発作とか起きて、私、臼井さんに殴られましたとか、看護師さんに言われて、いや、ごめんなさいなのかわかんないけど、なんか手が勝手にね、なっちゃうんで、バーンってなるわけですよね。そういうのも起きて、大変な状況だったみたいで。これは、処置してもらったら、治るものなんですか？やっぱり転倒して頭打ってるんで、その2週間ぐらいはまたなんでしょう、血腫が、脳梗塞とかそういうリスクとかもあったりしたので、その治療が一回止まってしまいまして、白血病よりそっちの頭の方をまず様子見ないとっていうことで、2週間ぐらいはちょっと CT 取ったりとかして、血腫が悪化しないのかっていうのを見てまして、で、その間にやっぱり私も覚えてるのはまた痙攣が始まっちゃって、なんかもう手とか足が勝手に動き出したんですよね。だから、その1回だけは覚えてるんですけど、それで途中でもう意識がなくなったのかな。なんかそれで、看護師さんとかみんなでなんか押さえつけられてるところまでは覚えてるんですけど、手がバンバンなっちゃうんでね、怪我とかもしやすいですし、だからね、そのために一時中断を。そうですね。
2週間ほどですかね。2週間だったと思いますね。だからもう早く帰りたい、退院したいのにと思いながら、ただ、ね、痙攣も出てるし、なんかもうどうなるんだろうみたいな。ですよね。はい。いやー、もうそんなね、中で、この痙攣発作、今のね、3回もしていくんです。そうなんですよ。痙攣出ちゃうと、抗痙攣薬飲むと、今度車の運転ができなくなるとか、あ、そうなんです基ね。本やっぱ、途中で痙攣出ちゃうと、運転してね、重大な事故になるんで、結構それもあって、だから、白血病になって、その告知の時に、なんでしょう、なんていうんだっけ、子供ができませんみたいな、精子がなくなっちゃうから。それで、車の運転もできませんみたいな感じで、もうなんか、男性としてもっていうのかな、なんか子供も欲しかったし、車の運転もできなくなって、今後、どういう生活をするんだろうっていう、さらにこう、うつ病が進行するみたいな感じは、その時はありましたね。そうですね。そっか。いやー、そんなね、中で、過ごされてて、ようやくここで退院ができていくんですね。そうですね。これはもう治療を一旦終えて、痙攣発作に対しても、お薬とかでなんとかできて、で、一回退院していきましょうかっていうことで合ってますね。合ってますね。そうですね。はい。まだ退院してもまだちょっとネガティブなんですよ。そこまでいい印象っていうのはなかったって感じ？ないですね。もう全く社会復帰できない、もう私は社会からなんていうんですか、排除された人間だっていう風な勝手なネガティブ、サイクルにね、サイクルに入ってたんでね。はい。そう。で、そこんな中で、高校の先輩が会期祝いをしてくださると。はい。いうことに入っていきます。はい。もうこの退院をした中ではもう一旦、白血病のその値っていうのは落ち着いている状態？そうですね。だから抗がん剤、そうですね。なんだっけ。地固め療法までやったので、その後はあとは血液検査を定期的に、最初は1ヶ月に1回だったと思うんですけど、検査して問題なければ、それをずっと様子見ていくような感じだったので、だからそういう退院もできて、そうですね。その中で、先輩も祝ってくれると。はい、もう、その先輩が本当に入院中から、心配してくれて、お見舞い金とかも2、300人から集めてくれたりとかしてですね。すごい、私以上に心配してくれたというか、それで、そうですね。なんか入院費用のこととかも、私の父に、アドバイスしてくれたりとか、社会保険労務士なんで、そういう結構詳しい先生だったので、そうですね。今もお世話になってる、先輩ではあるんですけど。ただまだそこまで上がってないっていうことは、なんかもう、まだ意識がそこまで、なんか自分としても祝えないみたいな状況なんですね。そうですね。それで、本当にちょっと、数人にしてほしいって、私のリクエストもあってですね、もう本当に仲いい人とお世話になった人、4、8人ぐらいで、その先輩の家で、会期祝いをした。けれども、なんかその時もですね、先輩は全部知ってるからあれなんですけど、パニック障害になって急になんか無意識になるというか、なんか、みたいな感じになったこともありましたし、全然、なんか、そうですね、体的には回復しつつありましたけど、気持ち的に全く上がってこないっていうか、入院中よりは家に帰れたから、元気にはなりましたけど。そのね、祝ってくれたその先輩の今のちょっとね、お話もありましたけど、お見舞いをね、もう、皆さん2、300人方から、感謝として、魂タオルでお礼をされていく。はい。もう、卓球ってバタフライっていう大きなメーカーがあってですね、そこのバタフライっていうタオルに、魂っていうロゴっていうか、入れてもらうって特別なタオルを発注して、で、2、300枚作って、で、結構ローカルな卓球の試合が、卓球関係者多かったので、で、私は試合にはまだ出れなかったですけど、先輩がみんなにお礼しに行こうって言ってくれて、で、
試合会場にそのタオルを持っていくみたいな感じで。あ、そうなんですね。でもそうやって、今考えるですよね。そうやって先輩が外にこう引き連れて行ってくれたっていうのは、本当良かったなと思いまして、それで少しずつ、なんでしょう、生きる希望というか、社会復帰が進められたのかなっていう感じはしますね。ねえ、そんな魂タオルをで、皆さんにこう支えてくれてた人に、こう渡していってっていったところ、その中で、復学もされていくと。そうですね。はい。いうことで、もう復学、もう、これはもう、あれですか、退院されて、すぐ復学されていくんですか？12月末ぐらいに確か退院したと思うので、まあ家で療養してて、その翌年の4月から復学して、また実習に行くみたいな。はい。感じでした。はい。で、ようやく学校も復学されていった中で、はい。病院にその卒業後は就職していく。はい。問題なかったっていうか、普通にもう、何ですかね。治療としては一旦終わってるから、病院で働くことも特に問題なかったんですか？そうですね。体力も回復してきましたし、再発だけの心配は、まあ、ずっと、まあ3年5年はあるので、だから受診しながら、あんま無理しないようにしながら、そうですね。復帰したので、まあ、就職した時には、特にそういう体力的にも精神的にも、ある程度落ち着いてる状態にはなってましたね。はい。これは病院就職するのは、もうこれは理学療法士として就職されていく感じなんですか？そうですね。その時にある程度、やはりこう、なんでしょう、自分の白血病になって、癌の経験を、やっぱり社会に恩返ししたいみたいのは、漠然とは思ってたんですけど、なので、まあ、総合病院で急性期から回復期、1期、まあ、訪問までできるような病院を一応探しまして、で、まあ、希望の神奈川県の病院就職できましたので、はい。そして就職されていった後、もうここからね、上がっていくだけにちょっと安心するんですけれども、ご結婚。ここで、このね、伏線が回収されるわけですね。はい。もう就職して、その年の5月に結婚式をしましたので、はい。まあ奥さんはもう就職してたんで、看護師としてね。看護師として働いてまして、で、私は、病院に就職してようやく30になってね、働くことができたので、はい。ご結婚されていかれまして、そして今、ハマリ派を設立されて、その経営をされていらっしゃる。そうですね。ということで、これは、あれですか、もうご自身がもう最初からもう、こう、ハマリ派、を設立したいと思われて、リハビリの学校行かれた時からなんですか？リハビリの学校行ってる時から、漠然とは、いずれその在宅医療、訪問リハビリをしたいなっていうのはあったんですね。で、ただ、白血病になったことで、それが確信に変わったというか、いや、これは絶対、社会に恩返しをしなきゃいけないと思いましたし、やっぱり一度の人生、まあこういう病気があるとですね、やっぱチャレンジしない選択肢はないなと思いまして、そうじゃなかったら病院で、こう、のんびりというか、理学療法士として働いて、60までっていう風になってたかもしれないですけど、なのでもう確信に変わってたので、病院に就職するときには、まあ、5年は勤めると。やっぱり臨床経験がないのに在宅出ると、やはり、経験不足だとなかなかいけないので、そこは学んで、準備して、まあ5年で、起業しようと決めてましたね。そうなんですね。ちなみにちょっとそのハマリ派について、ちょっとご説明をちょっといただきたいなと思うんですけれども、ちょっとお写真もいただいておりますので、こちらになります。ということで、ハマリ派はどういった、こう、なんでしょう、お仕事、会社をされてるんですかね。そうですね。ハマリ派はですね、横浜の浜にリハビリテーションのリハで、ハマリ派なんですけど、で、2014年の12月に会社を作りまして、やはり、
横浜のリハビリテーションということなので、私が理学療法士で、リハビリを在宅に届けていきたいっていうのが一番の思いでスタートして、最初は訪問看護ステーション、看護師さんがいるっていうところで、在宅医療全般の会社と、あとは、会社としてはですね、ビジョンとして共生社会、共に生きる社会を掲げてますので、重症心身障害児の放課後デイもやってますので、子供から大人まで、で、外国人も高齢者も関係なく、みんながこう仲良く生きる社会を作りたいっていうところで、今、そういう介護系の訪問看護、デイサービス、居宅、福祉用具販売っていうのが介護系で、障害福祉の方が、重症心身障害児の、児童発達支援、未就学児の方と放課後で小学校1年生から高校3年生まで。っていうのと、あとは、自費のリハビリテーション。やはり若く40代、50代で脳梗塞とかになってしまって、病院でのリハビリは終えてくるんですけど、だいたい帰ってからが本当のリハなので、そこで仕事復帰とか、もっと機能的に良くしたいっていうところでの自費のリハビリもやってますし、あとは、最近はカンボジアでのリハビリ事業もスタートしたような。はい。こちらの写真ですね。そうですね。はい。もうあれですね、ハマり派じゃなくて管理派になったかもしれない。そうですね。管理派にしますよ。そうですね。横浜から飛び出てっていうことですね。そうですね。そのカンボジアまでこうリハビリとかをされるようになったのは、それはなんでなんですか？そうですね。やはり本当にきっかけは去年の5月に私がすごいお世話になっている方が夫婦でカンボジアのプノンペンに移住したっていうのがありまして、それで会いに行ったっていうのがきっかけではあるんですけど、やはり共生社会っていうのを作っていくためには、やはり外国人も関係なくっていうところで、今うちのデイサービスではスリランカ人か2人今年から来て特定技能で頑張ってくれてますし、で、いずれカンボジアのスタッフも日本で働いてほしいですし、日本のスタッフもカンボジアで働くことができると、やはり世界が広がるじゃないですか。日本だけじゃなく、看護師さんとか理学療法士さんが、活躍できる場を作っていけば、より多くの人を幸せにできるのかなと思いまして、ここは本当チャレンジの部分ではありまして、これからではあるんですけど、少しずつ今もうちの栃木のスタッフ、理学療法士がカンボジア行って頑張ってくれてますので、はい。そうなんですね。じゃあこれからこういった海外事業もされていかれるというね。そうですね。ハマリ派さんのね、今後にも本当ぜひね、拡大の、カンボジアでも根付いていってほしいなということを思いますし、はい。ありがとうございます。もういろんなね、活動もされて、本当にもう、何でしょう、いろんな分野でも、ハマリ派さんされているといった中での、こうね、臼井さんのね、ペーシェントジャーニーでございました。はい。ここから、はい、少し、各項目に分けてもちょっとお話を聞いていきたいなということを思っております。まず一つ目、こちら。病院や治療の選択といった中で、どのような形で病院を決められて、治療の選択をされていったのかというお話をですね、先ほどもお話はいただいておりますけれども、ちょっとまた、お話をお伺いしていきたいなと思います。はい。病院や治療の選択といたしまして、病院に関しては、まずはじめに、何でしょう、石川の方から、もう、紹介状を持って、横浜の方に戻ってきて、で、それで聖マリアンナさんに行かれるっていうことですけれども、聖マリアンナさんを決められたのは、ご両親が決められた？そうですね。もう1日というか半日もなかったので、近隣の病院をいくつかピックアップしまして、その中で、もう本当に、そうですね。なんて言えばいいんですかね。近隣だったからっていうところと、一応実績みたいなところは、父も見たっていうのは聞いてはいますけれども、そうですね。はい。だから自分でこうっていうよりは、ご両親が探して決めてくださったっていう認識ですね。はい。その、じゃあ聖マリアンナさんに行かれて、で、治療に関しては、先ほどね、ペーシェントジャーニーで書いていただいたような形で、治療、薬物療法のところであったりだとかを、されていく。ここに関してはもう、医師の方が、
もう次この治療するから、この治療するからっていうもう提案してくださって、それに乗っかっていく感じですかね。そうですね。もう、その M2 の方っていうのが、薬物療法、抗がん剤が非常に効きやすい方だという説明も受けて、もちろん、それで良くならない場合は、骨髄移植とか、そういう風になっていきますって話は説明を受けたんですけど、幸い私の場合は、治療法で、薬物療法だけで、よく寛解したので、そちらの、骨髄移植にはいかないかったっていう形ですかね。はい。そうなんですね。でも抗がん剤、効く、部類のがんだったということで、この治療をしていこうということで、はい、これ以外にはもう治療はされてきていないという認識で合ってますかね？そうですね。本当抗がん剤の治療と、あとは輸血ですかね。それをしたとか、痛み止めを飲んだとか、そういう感じですね。はい。あと、白血病の時は、補足としては、マルクがめちゃくちゃ痛いっていうことは、ちょっと、受けた人はね、もうみんな、本当にそうだなと思うんですけど、私、骨髄栓死ってやつですね。おっしゃるとおりです。そうです。それだけは、妊娠の方が絶対痛いとは思うんですけど、私が受けた痛みの中では一番ですね。骨髄栓死は。骨髄栓死、骨髄の方にググッとされて。はい、ただ、うまい先生だったのでよかったです。下手くそだと結構痛いですね。はい。なんか独特ですよね。なんか抜かれてる感じ。やられましたか。僕も、はい、あったんですけど。私はもう本当魂が抜かれるような感じがしたんで、ね。治療法については、そのような形で進められていてといったところで、そんな中でですね、次こちら、辛かったこと、副作用や後遺症などといったところあるんですけれども、この副作用や後遺症、ね、治療の中でもいろいろお話もいただきました。やっぱり三途の川のお話もされたりだとか、あと、硬膜下血腫の話だったりとか、痙攣発作の話だったりとか、いや、どれも辛いと思うんですけど、一番の、印象に残ってるものっていうのは、どれになるんですかね、この中で言うと。そうですね。なんでしょう。やはり、胸膜炎、腹膜炎のところですかね。こっちなんですね。もう、入院して1週間後ぐらいになったんで、いきなりこんな治療辛いのかっていうぐらい痛みが強烈に出たので。その衝撃というか。そうですね。これもさっきもお伺いしましたけど、胸膜や腹膜に関しては、徐々に、良くはなっていくんですよね、お薬。そうですね。ほんと1週間ぐらいで良くなってきたので、ほんと良かったんですけど、だから、あとは、この後の部分なのかな。その身体的な痛みっていうか、やっぱりあれですよね、その治療のこれやりますよっていうこと以外が副作用として起きるっていうことまでは、なかなか予期できないじゃないですか。そこを、出てくる可能性があるっていうのを、もうちょっと私も分かっとけば、余裕はないですけど、少し、心の余裕はあったのかもしれないなとは思ってます。例えばどんなことですか？そういう、なんでしょう、胸膜炎、腹膜炎になる可能性がありますとか、硬膜血腫とかは、転倒したわけですけど、だからそこは、私もですね、なんか、一応シャイなところがありまして、とかっていう吐くのが、病棟でやるのが他の人に聞こえるし嫌だなっていう思いがあったんですけど、そんなの関係ありませんって誰かが言ってくれてれば、みんなそうだから。そしたら、今更ですけど、おえ部屋でやってれば、転倒しなかったわけですよね。そういうのをなるべく減らした方が絶対いいので、そのまま本当はなくなっちゃう可能性もあるわけじゃないですか。関係ないところで。だからもう、本当に治療に専念できるようにした方がいいですし、もう余計な動きはしない方がいいなと思いました。いや、特にね、若い世代だからやっぱね、そういったところも気になっちゃいますからね。そうですね。はい。そしてですね、次こちらですね。辛い時、支えになったこと、ご家族の話はね、また後でもお伺いしますので、それ以外のことでっていったところなんですけど、やっぱりこちらに関してはあれですかね、やっぱ、この時の、高校の先輩たちの
そうですね。もう、その時、やっぱり白血病って感染リスクが高いので、入院じゃない、面会も、絞られている中で、その先輩だけが、来てくれたっていうか、他の人は断ってたっていうのが事実なんですけど、で、すごい、やっぱいろんな人に声かけてくれて、その心配してくれたことを、私に励ましを、言ってくれたっていうんですかね。そこがめちゃくちゃ心の支えになりましたね。もう家族はもちろんですけど、家族以上に私のことを気にかけてくれて、もう自分ごとのように、そういう先輩ではあるんですけど、今も。面倒見のいいというか。面倒見ほんといいんですよね。はい。だから、そういう人がいるっていうのが、本当、そうですね。その時に助けられたっていうのはありますね。次は、ご家族のこといたしまして、家族についてちょっとお伺いをしていきたいんですけれども、ご家族は、当時入院してた時、その時は、ご両親と、ご兄弟はいらっしゃるんですっけ？はい、兄と妹がいます。そうなんですね。はい。ちょっと家族のサポートであったりだとか、ちょっとご兄弟との関係だったりとか、そういったところをお伺いしてもいいですか？もちろんです。で、一つはですね、本当にもう、母が毎日お見舞いに来てくれて、そうなんですね。で、ちょっと、そういうマゾコンとかではないですよ。別に家族だったらそんなだって大変な時はもう支え合うのが大事ですから、別に。はい。いや、そうですね。ただ本当に毎日来てくれて、辛い時にヨガとかね、気功ですね。を私の両親、週1回通ってまして、で、だから足のマッサージとかを毎日来てくれてやってくれて、本当助けられたなっていうのもありますし、あとは本当に、ちょっと、辛い方のエピソードですけど、腹膜炎とか胸膜炎できつい時に、足のマッサージを母がしながらですね、その時に泣きながら、こっちはきつい、辛いよとか言ってるわけですよ。だからそれを見て母が、本当こんな体にね、産んじゃってごめんねって言われたんですよ。でもですね、もうその言葉を言わせる私が、一番きつかったっていうか、いや、そんな風に母を思わせてしまう自分が、本当申し訳ないなって思って、でもその時にやっぱ母の深い愛情を感じましたし、だからこそやっぱ私は生きなきゃいけないなって強く思ったのが、そこから復帰できた一つの要因かなっていうところ感謝ですよね。で、あとはあれですかね、妹。そうですね。妹さんもはい。妹さんは結構サポートしてくださったんですかね。そうですね。結構ちょっと一度疎遠なってたんですけど、まだ薄い毛とは。ただ私が白血病になってというところで、すごいいろいろ調べてくれて、こういう治療がいいんじゃないかとかも教えてくれましたし、今思い出したんですけど、お笑い番組。松本人志とかの滑らない話とか、いろんな、元気になるような。やっぱ入院中ってね、時間はあるんで、で、やっぱ、お笑い、私も好きだったので、で、そういうのをたくさん持ってきてくれて。DVD みたいな。そうです、そうです。それで、ひたすら見てたことを、今、本当に思い出しました。そうだ。それで元気になりましたね。結構、気楽に見るものって大切じゃないですか。大事。で、その時にやっぱ妹が来てくれて、いろいろそうやってやってくれたことが、すごい支えになりましたね。僕も友人がアメトークみたいなそう、アメトークもありました。そう。はい。持ってきてくれて。はい。時間ありますからね。そうなんですよね。ちょっと、気を紛らわしたりとかね。そうなんですよ。難しいちょっと映画とか見れないんで。考察とかできないですもんね。はい、できないです、もう。はい。ね、ご家族がいらっしゃってということです。そうですね。そして、次はですね、恋愛や結婚のことといたしましてですね、恋愛結婚のこと、ここでね、なんと、別れられた彼女とここで結婚されというふうなことがあったかと思いますけれども、
ちょっとここからここに至るまでもうちょっとだけお伺いしてもいいでしょうか。すごい飛んでますもんね、急にね。お別れされるところはね、先ほどお話しいただいたんですけれども、復縁していくのは何がきっかけがあったんでしょう？そうですね。なんか、いろいろありましたけど、やっぱりね、私としても本来はというか、辛い時に別れたんで、ちょっとなんだよっていう気持ちはあったんですけど、でもやっぱ私のことをすごいよく理解してくれてる、彼女というか奥さんでしたし、向こうもやっぱ、その辛い治療を見るのがきつすぎて、ちょっとそういう選択をしてしまったっていう話も後から聞いて、やっぱり私としてもですね、やっぱ今後の人生を考えた時に、理学療法士になりたいっていうのも背中を押してくれたのは妻ですし、なんか起業もそうだったんですよね。なんでしょう、起業、結婚してからですけど、なんか、まずは訪問看護ステーションとかでバイトをして、まずは在宅見てから独立すればいいんじゃないとか、結構そういう、私は、とりあえずやっちゃえばいいかなっていう方なんで、ちゃんとある程度ね、知識としてっていうか、経験してからとか、そういうアドバイスをもらえるっていうところもあったので、やっぱ今後の人生のパートナーとして考えたときに、奥さんがいいなって私が思ったのが一番ですかね。そうだったんですね。その中で、ご結婚されるって言った時に、やっぱり癌のことがなんかちらついたりとか、そういったところはなかったですか？いや、めちゃくちゃありましたね。やっぱ、なんでしょう。また再発する可能性もあったわけですから、そしたらまたね、入院しなきゃいけなくて働けなくなるってこともありましたし、あとは子供もできるかわからないっていうのが結構一番ネックというか、もうその時、ゼロじゃないけど、ちょっとそういう可能性が薄いのかなと思ってたので、その妊用性という言葉がありましてね、子供を持つ能力のことを指すんですけれども、その説明っていうのは事前にお医者さんたちからもあったんですよね。一応もう最初の時に、なんかもう私がちょっと極端だったかもしれないですけど、もうちょっともう難しいっていう風な感じで聞いてたので、そうですね。もちろん可能性としてはあるとは聞いてたんですけど、その中で不安のある中、ご結婚はされていかれて、で今は娘さんがお二人、そうですね。ただですね、実は今二人とももう本当にとっても元気に、今までも病気もなく元気に過ごしてるんですけど、実は一人目がいまして、一人目が一応なんて安定期入った後なんで、死産になっちゃったんですよね。だからやっぱちょっとなんか原因はわかんないんですけど、染色体に異常があったんじゃないかみたいな話もあって、その母体から出さなきゃいけなかったので、私も出てきた赤ちゃんを、もう本当もう手のひらに乗るぐらいのちっちゃな赤ちゃんだったんですけど、なんかちょっとなんていうんですか、奇形というか、少しバランスが悪いというかあったので、だから、その時にね、白血病のせいなのかなとか、考えちゃったわけですけれども、その時にはね、でも、やっぱりそういうこともあって、その子供がね、なんか、なんでしょう、そういうことも踏まえて、先にというか、なのかなとかいろいろ思いましたけど、でもその後にね、元気に二人生まれたんで、それは、あれですか、自然妊娠ですか？そうですね。はい。もう本当おかげさまで、二人とも自然な妊娠で生まれましたので、で、もう二人とも今、すくすくと育って。そうですね。今、ちなみにおいくつとおいくつで？高1と中 1？ 16と13歳。はい。反抗期大丈夫ですか？意外とですね。すごい。ちょっと、下が生意気な時はありますけど、誰に似たのか。でも本当元気に。で、なんか毎日楽しそうに学校も行ってますし、よかったなと思いますね。そうなんですね。はい。そのね、今は元気にね、過ごされているというふうな、形で、次こちらのことをお伺いしていきたいと思います。学校のこと、そうなんですよね。もう、
いろいろね、お仕事の話をお伺いはしてきたんですけれども、はい。当時治療されていた時は、うんリハビリの学校に入学されていって、ここで復学をされていくとはいいうところもありましてですね、ちょっとこの、やっぱ学校に言ってこう、なんでしょう、休学させてもらったのとか、うん復学した後、体調大丈夫だったとか、そういったところちょっとお伺いしていきたいんですけれども、いかがはい。でしたでしょうそうですね。やっぱり入院した時はね、学校側は、うんうん。かなり同級生もびっくりしたみたいで、実習中に、うんそれで白血病ですみたいな、みたいになったみたいなんですけど、で、1年間休学というかね、8ヶ月ぐらいかに、ああ、そうですね。それで翌年の4月からね、ただ、留年した人も何人もいてですね、そうなんですね。また知ってる人もいたっていうのも、ちょっと良かったんです。結果的には良かったんですけど、ただ、そうですね、やっぱり周りがですかね、学校の先生とかも含めて、やっぱりこう、まだ、白血病から立ち上がって、寛解はしてるけれども、健康面不安があったので、その辺の配慮はしてくれたっていうところが大きかったですかね。特別何か対応してもらったわけじゃないですけど、気にかけてくれてたので、こちらも、そこを分かった上で通学して、実習も、恵まれた実習地に行けたので、その関係で今、お世話になってる先輩とかもいますし、そうですね。その実習とかってめちゃくちゃ体力使うじゃないですか。はい。で、大丈夫だったんですか、そこは。そうですね。なんでしょう。いろいろ厳しい、緩いって判断は難しいところありますけど、ただ家から通える範囲のところで東京の病院とかを、実習地として選ばせてもらえたので、はい。そうか。以前のようにまだ石川に行かないといけないとかじゃなくて、そうです、そうです。家から帰れるところにしてもらったりとかそうですね。はい。で、そこがすごいいいとこだったので、そこが、同じ専門学校の先輩だったんですよね。で、すごいもう一緒にレポートとかも書いてくれとかアドバイスしてくれたりとかして、手取り足取り教えてくださったので、だから逆に留年したことになってますけど、その最後の1年間で、また理学療法士としての、基礎を学ぶことができたっていうか、良かったなと思いますね。そっか、じゃあ復学されて、そこまで周りのサポートもあって、それを乗り越えられていったという。そうですね。はい。こちら、はい、お金や保険のことといたしまして、治療費ですね。はい、どれぐらい、かかっていったか、民間の保険入られていったのか、お金の工面どうされていったのか、ちょっとお伺いをしていきたいんですけれども、はい。当時どうされたんですか？そうですね。まず、父がですね、私のために医療保険に、そうなんですね。ずーっと入っていて、もう後で言われるんですけど、やめようか迷ってた時期だったと。もう29歳なんでね、もう。確かに。でも入っておいてよかったっていうのは言ってまして、それがあったのである程度ちゃんと治療費が大丈夫だったのと、あとは高校の先輩が社会保険労務士で、その辺でこうすると、少し、医療保険が安くなるよみたいなところのアドバイスを父にしてくれたので、その社労士の先輩が、お父様にアドバイスしてくださって、はい。ちょっと医療費とかをいろいろ調整できたっていうことそうですね。はい。じゃあ、治療費に関しては、そのお父様が負担してくださったっていう認識でいいですか？そうですね。本当に親不孝者というか。いや、こっから親と親のね、もうそうですね。恩返しが始まっていきますから。もう兄と妹いますけど、私が一番お金かけさせてもらったっていうのはもう、自負してますので。はい。はい。何か、次ご両親に何かあったら、はい。もうね、臼井さんがすごく助けてくださると思います。はい。もう昨日も両親に会いに行ってきましたから。はい。すごい。はい。そんな中でですね、ちょっと次工夫したことなんですけれども、はい。例えば治療中でもいいですし、治療の後でもいいですし、何か工夫されていたことありますかっていうことなんですけれども、はい。入院中とか何か工夫されていたことありますか？入院中ってかなり閉鎖的な限られた人間関係になると思うんですよね。だからその中で、私の場合は、
一人、とても仲良くしてくれた、その方は悪性リンパ腫だったんですけど、まあ戦友みたいな感じで、まあやはり同じようなね、病気の人が近くにいるので、で、まあ良くなる人とならない人がいると思うんで、無理してはしなくていいんですけど、仲良く気が合う人がいると、そこですごいこう、いろいろ気が紛れるっていうか、やっぱり皆さん精神的に追い詰められてしまうので、もう治療、病気ってなってしまうので、そこで全然違う、バカ話とかね、どうでもいい話をすることで、本当気が紛れる。で、それがね、同じような治療をしてれば、お互いそこを分かった上で話ができるので、それが本当、心の支えになりましたね。それは同世代ですか？ちょっと結構、上の方なんですか？その方はですね、私と同い年の娘さんがいました。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。津形さんっていう方だったんですけど、で、もう退院した後も何回か食事行ったりとか、すごい。したんですけど、やっぱ5年後ぐらいに亡くなってしまいまして、再発繰り返して、まあでもね、やっぱその方がいたから、すごい、なんか向こうも、なんか娘さんと同い年だったんで、よくしてくれて、結構いろんな話ができたのが、すごい良かったですね。そして次こちらですね。はい。情報のことといたしまして、がんに関する情報、治療に関する情報は、臼井さんはどのように手に入れられてましたか？そうですね。もうインターネットですね。はい。結構あまり、なんでしょう、情報もね、当時出てこなかったのかもしれないなと思うんですけど。そうですね。だからかなり限られた情報で、まあ自分のその M2 で T8 と21の点座とか、その辺ぐらいは調べましたけど、なんかあんまりそうですね。基本的には医療者の方から情報、治療とか。そうですね。もう本当に先生からの情報が一番貴重でしたね。あんまわかんないけど、こうやって調べるといいよとか、そういうアドバイスを結構、主治医のメインの先生がいて、若い先生もついてたんですけど、若い先生なんか年も近いから、こういうの調べれば出てくるから、そこを見るとわかりやすいよ、みたいな感じで、調べ方とかも教えてくれたんで、それはすごい助かりましたね。例えばその調べ方って今覚えていらっしゃったりとかしますか？まあ、例えば急性骨髄性白血病の M の2ですぐらいまでは聞いてたんですけど、T の8の21までは、細かくは、なんか聞いてなかったというか。そうなん。だからそうやって入れる T、8、21って入れると、治療の、出てくるよっていうのを教えてくれたりとか、そうですね。マルクとかはそこは自分で調べましたけど、あとはあれですね、私はもう情報それ以上取りたくなかったところもあったっていうのも、調べると嫌なことも出てきちゃうじゃないですか。だから今本当にいい情報もあれば悪い情報も出てきちゃうから、そこの本当の良質な情報を、だから本当にこういうリアルな情報のサイトがあるって、もう今当時私知りたかったなって。岸田さんに相談したかったなって、めちゃくちゃ思います、もう。ちょっとね、そう、本当に臼井さんがね、闘病されたことには、まだがんノートは間に合わなくて、ないですけれども、本当ね、やっぱ情報どっから取るかとか、本当ね、難しいですからね。そうですね。そんな中で、臼井さんはいろんなね、情報の、引き出し方っていうのを医療者とも相談されたということでした。次、こちら。がんになる前と後で変わったこと、これは精神的でもいいんですけれども、肉体的でもどちらでも構わないんですけれども、がんになる前と後で一番臼井さんが変わったなと思うことって何ですか？そうですね。もう一番は、何でしょう、チャレンジするというか、これ以上ない辛い思いをしたと私の中では思ってるので、だからもうやりたいことをやるってなったのは一番ですかね。なんかそれまではやっぱやめた方がいいかなとか、どうしようかなとかいうこともあったんですけど、やっぱりもうチャレンジする風になったっていうのは、さらにですね、やっぱ、がんの
経験があったからっていうのが一番大きいですかね。やっぱこの経験があったからこそ今起業されてっていうね、至ってるわけですもんね。そうですね。もう怖いものがないなっていう感じですよね。やっぱ、まあね、本当命捉えることには気をつけなきゃいけないですけど、それ以外のことだったら、まあ何でもできるんじゃないかって今は思ってますね。はい。まあそういう気持ちに変わったっていうのが一番のところですね。そうですね。はい。そして次こちら、あの時の自分へって言ったところなんですけど、あの時の自分、まあ本当ね、臼井さんの時は本当にもう様々辛い部分があったと思うんですけれども、はい。なんかどの時の自分かになんかこうメッセージを送るとしたら、どの時の自分に送りますかね？そうですね。まさにこのどん底の一番下のラインのところ全部ですけど、はい。その入院中ですかね、パニック障害とか出てる頃ですかね、はい。の自分に対して諦めるな。もう必ず良くなるっていうことを伝えたいですね。まあそこがあるってことは、まあそれ以上下がりようがないわけですから、あとは上がるしかないわけですよね。ただまあみんなどこがそこかってもちろんわかんないわけですけれども、絶対に良くなるので、ずーっとこの一番悪い人って絶対いないと思うんですよ。だからそこをやっぱ諦めずにというか、本当に毎日毎日を大切に自分を信じてやっていくっていうのが一番大切かなと伝えたいです。辛い時諦めるなと。じゃあ必ず上がっていくぞというふうな、そうですね。はい。伝えたいということですね。はい。そしてですね、こちらの、項目。大切にしたいこと、夢や目標など、先ほどのね、話を通じるかもしれないんですけれども、今はね、まあ、起業されていってといったところで、こう、どういった目標や夢があって、こういったものを大切にしていきたいよってあれば、教えてください。はい。ありがとうございます。そうですね。やはり、私としてはですね、その会社のビジョンでもある、共生社会の実現に向けた、まあ、幼児、障害者、中高生、外国人、高齢者が一緒に集える地域コミュニティの創造っていうのがあるんですね。だからこれは本当にそういう社会を作っていきたいっていうのがあるので、まあ、その中でやっぱりそれを実現させるのが夢でありますし、で、大切にしたいところは、やっぱりこう人のつながりですよね。だからもう本当感謝でしかないというか、まあ、今回こう、岸田さんとの出会いも本当嬉しいですし、だからやっぱその、本当一人一人との出会いを、これからも大切にしていきたいですし、それによって、どんどんこう、自分の思考とか世界が拡張していくので、それをしていくことで、自分の夢が実現できるんじゃないのかなと思ってます。なんか本当お話を聞いてても、臼井さんのその人を大切にされるって言ったところが、すごくなんかひしひしと。ありがとうございます。まあね、先輩のお話もありますし、やっぱこうね、今のそのご兄弟のお話だったり、いろんな人も大事にされてるんだなっていうことを、改めて思いました。はい。そういった中でですね、こう、最後のね、ところにもなってまいりました。はい。最後はですね、臼井さんね、こうメッセージといったところをいただくんですけれども、その前にですね、少しだけインフォメーションを挟ませてください。まず、がんノート、がん経験者のインタビューをユーモアを交えつつも、発信しております。家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚、育児などですね。そして医療情報は医療者の方に聞いたら、結構教えてくださるんですけど、それ以外のやっぱ生活側の情報っていうのも大事だということで、インタビュー形式でこう発信をしているという形になります。また、がん経験者リアルな生活という書籍であったりとか、オーディブルなどもありますので、ぜひまたこちらも、ご覧もしくは聞いていただければ嬉しいなと思います。そしてですね、ここまで見てくださっている方、チャンネル登録してくださっている方も多いかなと思うんですけれども、ぜひこの機会に、チャンネル登録したりとか、高評価、コメントなどで応援してもらえると嬉しいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。また、がんノートに出てみたいよという方はですね、出演応募フォームからお待ちしておりますので、ホームページから、ご応募いただければと思っております。はい。臼井様に関しても、こちらの方からね、いただきまして、今回のご縁と至っておりますので、ありがとうございます。メッセージという形となりましてですね、臼井さんから、皆さんに向けてのメッセージをいただいております。それはこちらになります。
私はですね、感謝という言葉を大切にしています。とてもシンプルな言葉なんですけれども、まあ今日のこの岸田さんとの出会いにも感謝ですし、こう皆さんとこうお会いできるのも感謝だと思ってまして、この本当に身近な人から、まあ会社のスタッフであったりとか関わる人に対してですね、こう感謝という気持ちがあればですね、何事もこううまくいくと思いますし、やはりこう癌になった時っていうのはとても辛くてですね、まあ人に感謝なんかできないよっていう状態でした。私がもちろんそうでしたし、もう自分のことしか考えられない状況でした。ただ、やはりその時に支えてくれたのが、周りの、まあ身近な家族であったりとか、周りの先輩や友人でした。だからそれを考えると、やはり感謝の気持ちをですね、忘れずに、こう生きていくことでですね、こう道は開けていくのかなと思いますので、少しでもですね、こう皆さんの励みになっていただければ大変嬉しいです。本日はありがとうございました。勝手にまとめちゃいましたけど。大丈夫です。はい、どうもありがとうございます。本当もうまさにバッチリです。本当に感謝というところでね、はい。様々なご縁だったりだとか、そういったところにも本当ね、周りの人にも恵まれ、そしてね、闘病されてきて、今も起業されていってっていう風な、そういったね、臼井さんのお話でしたけれども、どうでしたこの時間、臼井さんの闘病の経験を振り返ってこられて、いかがでしたでしょうか？いや、そうですね。やはりこうやってしっかりと振り返ることってありそうで、っていうか全くなかったので、いや、ほんと貴重な経験をさせていただきましたし、そのことによってやはり私のもう一度思考が今整理されたので、また今後の人生において、今のこの経験をですね、白血病になった経験を生かすことができるなって思いました。すごい。はい。はい。まあそういったね、見通し、道筋の一つに感能とあなた嬉しいなということを思います。はい。それではですね、これにて終わっていきたいと思います。また皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。